株式会社家村です。私は代表取締役を務めてます家村秀也です。会社の概要をお伝えします。金属製品製造業をやってます。金属を加工してビル建築に必要な建材を作ってます。建材っていうと何っていうことなんですけど、主にステンレスっていう金属を加工してビル建築をするときに必要になってくるドアとかサッシ、それから手すりなんかを作って、そして必要であれば現場で取り付け工事もするというのが仕事です。ステンレスを加工する会社っていうのが意外にそう多くなくて、それは2つあって、1つはそうそんなに大きな市場ではないということ、それからもう1つはそれをするためにはさまざまな機械設備が必要で、言ってみれば市場がそんなに大きくないのに初期投資をたくさん必要とするっていうことは経営上、不合理なので、多くライバルが出現しないということの一つなんだと思います。インドでは、農業をやってます。農業といってもいろいろあるんですけども、僕らの場合は今スタートしたのは酪農です。酪農。インドはその世界一のミルク消費国で、しかも生産もほぼ世界一に近い 100% 自給自足をしているという状況の中で、農業をする人がどんどん減ってきている。で一方で人口は増えている。つまり消費が増えている。消費が増えているのに作る方が減ってきている。こういうフードギャップが、ずっと続いていますので、そこを解消しようということと、それから、地方都市で首都圏大きな大都市じゃなくて地方都市で今事業を始めてるので、その地方都市の雇用を作ろうということと、それから地方都市のそのミルクによるその特産品を作ろうということを兼ねて、ある地区に牧場を開設して牛を飼ってます。一番の強みはやっぱり人だと思います。弊社の場合、作るものっていうのが毎回同じものじゃなくて、毎回違う形、違う大きさのものを要求されますから、それぞれのメンバーの、能力であるとか、それから知識なんていうものがすごく重要になってきます。お客様とコンサルティングのようなやり取りをすることによって、もっと大きくしようかとか、もっとこういうふうにした方が簡単につけられるんじゃないですかとか、さまざまな提案をしながら最終的に作るものを決めていきますから、一人一人の、知識であるとか能力が必要ですよね。一つはものを通して、そうは言っても誰かに貢献することが好きな人、嬉しい人、もっと言ったら例えば自分が作ったものを見知らぬ誰かが使っていることに喜びを感じるっていうのは、言ってみればその見えない誰かに貢献することになるわけで、そういう誰かのために自分の能力を発揮することを喜びとするような人、それからもう一つ、弊社に限って言えば一回一回のものづくりが、ルーティンになっているようでなっていない、つまり、同じものを何万個も作るような仕事ではないということですから、変化がものすごく多いわけですよね、逆に言えば。ですのでその変化対応力ができる人、つまり変更になったり変わったりすることに一喜一憂しないような人、そんな人が向いてるんじゃないかなというふうに思います。株式会社家村の周健と申します。出身は台湾で、今会社で経営総務部で仕事しています。基本的には会社の人事とか採用とか育成とか
人事制度に関連するものとかを担当しているのと、あと例えば社長が新しい事業とかを、始めたい時に一緒にビジネスプランとかを考える仕事をしています。例えばその会社の、来年再来年とか 2,3 年のうちにどのぐらいの頻度でどのぐらいの人を取るとか、そういうのを戦略を考えるのと、その戦略が立った上にじゃあどうやって実行すれば人が取れるのっていうことで、採用するまでのプロセスを社長と一緒に考えるのと、採用した後に会社に入った後にちゃんとうちの会社に、楽しく一緒に働けるようにその環境を作りとか制度を作りとか、あともともと会社にいる人たちがより楽しく幸せに働けるように、システムを整えるとか、そういう仕事をしています。一番分かりやすい説明だとチャンスをくれたっていうことですね。ちょうどその転職とか仕事を探している時には、いろいろチャレンジしたい、まだ自分はゼロベースなんですけれどもまだまだ勉強したい、新しいこともチャレンジしたいという意欲が強いので、その勉強する場とかチャレンジする場を提供してくれたのが家村なので、なかなかこの中小規模の企業で、まず海外進出を考えているところも少ないですし、しかも海外人材を採用しようと思ってその人材にちゃんとその翻訳以外のところも、生かそうと思っているところも少ないので、こういったところは結構珍しいなと思って、社長と話してみたらやっぱりちょっといろいろ考え方が合うので家村にしました。そうですね、私自身も、今までの交流活動とかも含めてほぼほぼ東京とか大阪とか京都とか大都市だったんですね。で実際に就職したのは仙台で初めてなんですけど、一番違うのがやっぱりその人と人の距離感なんですね。すごいいい距離感を保っているんですよ。いい距離感っていうのがもう近すぎるわけでもないんですけど遠すぎるわけでもないっていうちょうどいいバランスの距離感があるというのがすごく私的には魅力的。東北に来てやっぱりその周りを助け合おうという気持ちがすごくそういう雰囲気がすごく強くて、でそこが人の良さというか人の温かさが結構その外国人にとっては居やすいところ、暮らしやすいところかなと思っています。あと単純に言うと食べるものと食べ物が美味しいとか環境がいいとか四季が綺麗とかそういうのもあるんですけれども、一番はやっぱり人なんですね。